にちは、金子でございます。ということで、今日なんですけども、船釣りに行ってきます。で、今日狙うお魚が、高級魚、アマダイでございます。市場で見かけることもあるんですけど、すごくいい値段ついてます。今日はそちらの高級魚、アマダイを自分で狙っていきたいと思います。というわけで、行ってきます。さあ到着しましたということで、今日はかなり沖ですね。陸から2時間ぐらい走りました。かなりうねってます。やっぱね、沖に出たんでね、もう波がすごいんですよ。映像越しでも船酔いする可能性あるんで、今日は釣りのシーンサクッといきたいと思います。今日は水深がなんと 150m です。アマダイは結構深いところにいますんでね、とりあえずやっていきましょうか。で、仕掛けなんですけど、これ天秤の重りもね、こんな大きい100号です。これで深海の 150m までストーンと落とします。で、仕掛けはこんな感じ。そこまで大きい針じゃないです。で、今日使う餌はこれ歌瀬エビですね。美味しいエビ、これかき揚げにしてもうまいから、今日これでいきます。エビで鯛を釣ると。で、電動リールのバッテリー、これ買いました。今こんなんですって。普通はこういう車のバッテリーみたいなやつにこうプラグつなげてやるんですけど、今こうやってモバイルバッテリーみたいなやつ充電して小型タイプでこう背負ってできるんですって。めちゃスタイリッシュ。餌はこんな感じにつけます。歌瀬エビの尻尾をちょっと切って、これまっすぐにつける感じですね。で、合図があったら1万ケツから入れていくと。で、あとはそこを取って当たりを待つという釣りでございます。このエビがアマダイになって帰ってきます。いってらっしゃい。おー、どんどん落ちますね。やっぱ電動はいいな。通信もしっかり見れるから。何かいますね。アマダイ以外にもいろんなゲドが釣れるみたいです。アヤメカサゴとか、あと鏡ダイとか。ちょっとなんか重いような気もするけど、確かな手応え来てます。レンコダイでした。皮スレスレ。これちっちゃいんですけど、ここで逃がしても死んじゃうんですよ。水深が 150m のとこから上がってきてるんで食べます。ちょっとちっちゃいんですけど美味しく食べましょう。綺麗な魚ですね。ほら、釣れたての魚ってこんな綺麗なんですよ。レンコダイゲット。これは結婚式のお祝い事とかによく出るタイですね。とても縁起がいいです。これはね、でかいのが釣れる前兆だと思いますよ。期待していいでしょう。また来ました。これは来たね。ガチャの時間。深海ガチャチャレンジ2回目。さっきのよりはちょっと大きい気がする。お願いします。来ます。はい、来ました。来たー。違うけど、なんだこいつ。姫路か。金魚ってやつか。金魚ってこんな綺麗なんだ。釣れたてかまぼこの原料とかになる。一般的にはね、雑魚と言われてる魚ですね。でもうまいですよね、これ結構。ちょっと骨が多いですけどゲット。来た。ありがとうございます。これは乗りました。来た。アマダイです。はい、ありがとうございます。しゃー、もう完璧。今までの当たりとはまるっきり違います。別物です。もうコン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 ってきましたね。これ来た。ほら、よーし。これもう一気に元気出るな。しゃー、マジで嬉しいわ。ほら、めっちゃ引いとる。グングン来てる。 60m。 もうゆっくり上げたい。もう絶対外れないで。本当にこれ絶対逃がしちゃダメ。これあとはサイズですわ。30センチ以上だと嬉しい。いきます。重い。来た。でかい。しゃー、来た。いいぞサイズが。これですよ、今日狙ってたアマダイ。綺麗。うまそう。釣れたてのこの色見てください。尻尾の色とか、このヒレのブルーの感じで、この黄色いねストライプが入って、ありがとう。本当にありがとう。もうダメかと思った。めっちゃ嬉しい。やばい。はい、2匹目。多分これもねアマダイだと思いますよ。めちゃくちゃ釣れる。このエビがですよ、スーパーでごちょごちょっとたくさん入って1パック300円ぐらいで売られてるこのエビがアマダイに変わるんですから。この海に投げ込むだけで。アマダイこう深海から上がってくるんで、目玉がボコンと水圧で出ちゃったんですけど、ありがとうございます。2匹おればいいかな。帰宅してさばいていきたいと思います。それじゃ帰宅。ただいまということで、本日の食材がこちら、釣れたてのアマダイっていうことでね、一応1匹2匹、僕はこの2匹ですね。でこれねいただきました。ほんであとレンコダイが1、2の、これももらったやつかな。これ釣れた時と全然違う模様が出てきましたね。いやー、ちょっとね前半厳しかったんですけど、後半だいぶ盛り返しました。まだこれね
生きてるんですけど、すごくないですか？深海から釣ってきたアマダイがこれまだ生きてるっていう状態、素晴らしいです。そしたら今日はこちらのアマダイを使ってアマダイの漬け、茶漬けを作っていきたいと思います。そしたらまずちょっと生きてる子がいるんで、こちら閉めます。いただきます。一応ね、神経締めはしてくれてあるらしいんですけど、まだちょっと動いてましたね。よし、閉まりましたと。ほんでめちゃくちゃプリプリなんですよこれ。正直2日ぐらい寝かしたいんですよね。でもせっかくこんなプリプリの状態のアマダイが手に入りましたんで、ちょっとお刺身でサクッと食べてみたいですね。ちょっとこの子だけサクッとさばいてお刺身でいきたいと思います。うわ、もうプリプリすごいわ。アマダイはもう鱗ついたままおろします。皮引いちゃうんですけど、多分鱗ついてても引きやすいと思います。釣れたてだからすごい滑りますね。この鮮度のアマダイはもう絶対に釣りに行かないと食べられないですからね。お魚屋さんでも売ってないですね、この身がまだイケイケの状態は。スーッと入れていき、ほらもうヒレがね反り返ってきちゃいますね。よいしょ。はい、こんな感じですね。片身はちょっと残しておきましょうか。池の刺身はちょっと味見する程度でいきますね。この池のプリプリもうまいんですけど、やっぱアマダイはちょっと寝かした方がこの甘さ出てくると思いますんで。よし、そしたら皮引いていきます。あ、ちょっとやばいやばい、ちょっと失敗した。やばい、これ難しい。初めて鱗ついたまま皮引きましたけど、ちょっと難しい。なんとかリカバーはできたけど、鱗びっちり系だから簡単に引けるかなと思ったんですけど、全然そんなことなかった。意外と鱗飛び散りますね。また一つ賢くなりました。そしたらアマダイ、中骨がかなり強い魚ですので、中骨は取ってしまいましょう。うわー、ちょっとボロボロになっちゃった。ごめんな。はい、柵状にできましたら、こちらを薄く切っていくと。弾力があるな。アマダイって生きてるとこんななんですね。ゴリゴリです。シュッとシュッと。そしたらちょっとお下品ですけど、まな板の上から直で醤油をさっと。漁師飯スタイル、これが一番うまい。いただきます。うまっ。なんかね、マダイとは全然違いますね。なんか伊勢海老の刺身食ってるみたい。どのぐらい弾力と甘みで、身はすごくきめ細かい。うまい。よし、そしたら2日寝かしたいので、エラと内臓抜いちゃいます。内臓抜きます。まず鱗はあえてついたまま。よいしょ。さあベイト入ってるかな。あんな深海で何を食べてたんでしょうね。よっとエラを外して、内臓脂肪バッチバチってわけじゃないんですけど、ちゃんとほら油もありますね。あー、これなんかいろいろ入ってますね。結構ジャリジャリ、もう消化されちゃってますね。やっぱ甲殻類を主に食べてるんですね。カリ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 いってます。そしたらここ血綿をかいて、内臓をきれいに洗ってペーパーでくるめて2日間寝かしたいと思います。お腹にペーパー詰めて、グリーンパーチでくるくるくると、こうですね。で厚めの袋に入れちゃいます。で空気を抜いて縛ると。でこれで氷水の中にジャブンと入れて2日間冷やし込みます。それじゃあ2日後に移動。よし、ではぴったり2日です。お、キンキンに冷えてますね。水も漏れてなさそう。おー、いい感じ。まだ目がツヤッツヤ、釣りたての目してますよ。ほんでこの大きい方、最初に釣った方ですね、こっち側をもう鱗も皮も引いちゃって醤油ベースのタレに漬け込みます。でこの小さい方は鱗ついたまま3枚におろして、骨も取って油かけて鱗もパリッパリにして漬け丼の上に乗せましょう。よし、そしたらさばいていきましょう。まずちっちゃい方から。もう綺麗な魚だな、アマダイ。これ美味しいんだよな。でもアマダイ、ここのエラ蓋がとっても鋭いんで気をつけてください。かなり鋭い。カミソリみたいになってますね。そしたら3枚におろしていきます。よいしょ。で鱗がついてるとなかなか包丁入んないんで、そういう時は逆包丁を入れたら、ガイドラインから出刃を入れていくと。
い、こんな感じ。油バチバチって感じじゃないんですけど、程よく油乗ってるっていうクオリティですね。最近油の乗った魚ばっか食べてたんでね、こういうさっぱりとしたその魚本来の香りが楽しめるこのぐらいのクオリティもいいな。なんせね、自分で釣ったって補正が入ってますから。ほんで、アマダイは身が柔らかいのにこの腹骨硬いんで、ここまで来たらハサミで切っちゃうのが確実ですね。そしたら腹骨をすいちゃって、尻尾も落として、でここに血合い骨入ってますんで、血合い骨はピンセットで抜いちゃいましょう。こうやってピンピンと。かなり血合い骨強いです。待ち針みたいなめちゃめちゃ鋭い血合い骨入ってますんで、これ一本残らず取らないとダメですね。これは喉に引っかかったら大変なことですね。すごいですよこれ。わかります？この尖ってる感じ。はい、こんな感じ。そしたらバットにお塩をさらーっと引いて、ちょっと脱水かけときましょうか。サラ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 ーっと。これで冷蔵庫で寝かしておきます。はい、ではお刺身を、こっちは鱗引いていきます。鱗ついたまま皮引いたらあんまり上手に引けなかったんでね、鱗は取っちゃいます。アマダイは鱗取った方が皮引きやすい魚ですね。はい、鱗が取れましたら3枚におろしていきます。頭ついたままおろしましょうか。なんとなくこう入れて、お腹に1本で背中に1本で、こうなったらカマの下で1本。でもここでハサミでいっちゃいましょう。はい、ここ外れました。で、姿作りとかにする場合は、ここ尻尾多めにこのぐらい残してチョキンと落とした方が尻尾の肉がちょっとつくんでかっこいいですよね。このぐらい落としちゃうと。アマダイわりかし難しいですね。これ魚慣れとる人はいいと思うんですけど、これ初心者の人には難しいわ。だいたいさばくの難しい魚って3つの要素があるんですよ。1つ目、骨が硬い。2つ目、ヌルヌルする。3つ目、身が柔らかい。これが揃ってるとほんと難しいですね。このアマダイはね、全部持ってる。それプラスちょっと身が薄いっていうのがあるんで、これ難しいわ。はい、おろせれました。そしたら腹骨をすいて、そしたら皮を引いていきます。さあ今回は成功するかな。引きやすいわ。全然違う。はい。でもね、皮薄いです。これでお刺身にする場合、鱗取って湯引きにしても絶対美味しいですね。こんだけ皮が薄かったら。こんな感じ。次はもう失敗しない。もう分かった。はい、OK。そしたら血合い骨を切っちゃいましょう。もう確実に落とすと。もう削状にしちゃいます。で、アマダイは割と尻尾の方までしっかりと血合い骨入ってます。なので、ちゃんとこの尻尾のところも落としてあげる。こうですね。よし、そしたら切り込んでいきましょうか。漬けなんで、あんまり小さく切りませんよ。このぐらい、大きめに。このぐらいに切って、もう握りでもいけそうなぐらいのサイズですね。このぐらいに切っちゃう。しっかり寝かして幅を取ると。いい柔らかさだ。尻尾の方はこうやってちょっと開きますか。こういう感じで。この柔らかさ。よく切れる包丁じゃないと、これは切りにくいと思う。ねっとーとしてますね。めちゃくちゃ甘みが強そうな身にしてます。でも腹の方はこう落として、こう入れてパクッと開いちゃう。ここはもうバツッと切って、こうですね。はい、これが1匹分のアマダイの切り身ですね。意外と取れないですね。そしたら漬けだれを作っていきます。そしたらタレはめちゃ簡単。みりん大さじ1、濃い口醤油大さじ1、日本酒大さじ1で、そこにさらに白だしもちょっと大さじ1ぐらい入るとまたさらに美味しくなりますね。ちょっとタレが足りないんでもうちょっと作りますけど、酒、醤油、みりん1対1対1、これがベースでいいと思います。
で、お酒弱い方とか、お子さんが召し上がる場合は、みりんと日本酒は一度火にかけて、アルコールを飛ばした方がいいかもしれませんね。そしたらこちらのタレを、先ほど切った甘鯛の中に、ジャーっと。で、全体的にこう、ほぐして浸かるような形で。うまそう。これは成功の予感だよ。で、これで冷蔵庫で30分から1時間ほどつけていきます。はい。では、松笠揚げを作っていきましょう。お塩かけたんで水分が出てきてますね。こちらの水分を取っていきます。そしたらこちらを一口サイズに切っていきます。出刃で思いっきり、鱗をジャクッと切る感じですね。中途半端にやると、鱗がバラバラってなって、切り口が汚くなっちゃいますんでね。重たい包丁で、しっかりと、こういう感じ。こういう感じですね。で、身の方に軽く片栗粉をかけていきます。はい、そしたらこの熱々の油をすくって甘鯛の皮の方にジュワーっとかけると、ほら、そうするとだんだん鱗が開いていきます。そしたら身の方もボトンと入れていくと。はい、じゃあ身の方に火が入ったら OK。 よし、こんな感じ。そしたらこちら熱々のご飯の上にしっかり使った甘鯛の漬け、こちらをもう思いっきり贅沢に盛り付けていきます。いい浸かり具合だ。久しぶりの漬け丼だ。よし、こんな感じ。そしたらこの上に先ほどの松笠揚げをポンポンと乗せると。そしたら色合いでほじそをちょっと添えて、で生わさび、生わさびもちょっと添えて、はい、こちら甘鯛の漬け丼の完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よし、じゃあ食べていこう。こちら自分で釣ってきた甘鯛で作った漬け丼で、これが昆布だしとお酒に甘鯛のアラを入れて煮込んだお出汁です。お味噌汁にしようと思ったんですけど、これをお出汁にしてかけたら美味しいかなと思ってお出汁作りました。すごいですよ、これめちゃくちゃ油出ましたね。でも匂いがね、いい香りなんだこれが。じゃあまずは出汁をかけずにシンプルにご飯と身だけでいただきます。うまっ。身がねっとり甘くてうまいですね。本当に口の中でとろって溶けるぐらい、そのぐらい柔らかい。で、味がいいわ、甘鯛の。やっぱこいつね、餌でうまいもん食べてるんですよ。甲殻類、エビで釣ったじゃないですか。やっぱ甲殻類たくさん食べてると思うんで、なんかね、甲殻類の味がするんですよね。マダイとは全然違う。じゃあ次、松笠揚げいきます。いただきます。この鱗はパリッパリのおせんべい、ほんで下の身はふわっふわ、もう雪みたい。そのぐらい口の中で入れたらふわっと溶けちゃう。刺身もうまいけど、やっぱ甘鯛は揚げると抜群にうまいですね。ではそしたらまずはごまを振りかけて、でそこにこの熱々の出汁をさーっとかけると、たっぷりいきましょう。これですよ。でわさびもちょっと溶かしていただきます。うめえ。なんて贅沢なんだろう。ものすごい食べやすい魚、甘鯛。はい、ということで今日はこちらの甘鯛の漬け茶漬けときましたら、お飲み物紅茶でやっていきたいと思います。せーのでん、銀色です。うわー、これはたまりませんわ。早く飲みでー。この時間すらも。よし、こちら七谷さんですね。いただきます。うめえからの最高。それじゃゆっくり食べていくよ。
ごちそうさまでした。ということで、今日は自分で釣ってきたアマダイで、アマダイの漬け丼作ってみましたけども、やっぱね、自分で釣ってきた白身魚の漬け丼は本当にうまい。で、アマダイも美味しかったんですけど、レンコダイもうまかった。こういう風にね、煮付けにしたんですけど、むちゃくちゃうまかった。やっぱ釣りってむちゃくちゃいい趣味だなって思いますね。釣ってる時間も楽しいし、で、料理してる時間も楽しい。そして食べて美味しい。もう最高じゃないですか。今日は船で結構沖合まで行って釣りしたんですけど、船釣りとか慣れてない方は、今日の釣りはちょっとハードル高いかもしれませんね。なんで船釣り挑戦してみようかなと思ってる方はね、陸から距離の短いところら辺から攻めた方がいいかなと思いました。今日は僕船酔いしませんでしたけど、船酔いはきついよ。だいぶ暖かくなってきましたんでね、皆さんも釣り行ってみてはいかがでしょうか。というわけで今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。